こんにちは、鷹の目工作室です。今回はこのエキセントリックロッドを作る予定でしたが、準備段階のジグ類を作るところまでとします。一つ目はこの格子点ジグです。材料は真鍮に変えてアルミの 1mm の板です。穴を一つ開けるだけなんですが、位置が重要です。ドリルで穴を開けた後、リーマーで穴をきれいにしています。使い方はまた後ほど。続いてエキセントリックロッドの穴位置を決めるジグです。こちらも材料はアルミで 6mm ほどの厚みのある板が幅約 10mm に切られている何かの残材です。長さが長いので適当に切りました。両側の切断端が荒れていたので軽く削って平行にしてから、まずはエキスパンジョンリンクのつながる穴を開け、リーマー仕上げにします。続いてリターンクランク側の穴ですが、長さを調整するための細工で大きめの 7mm とします。穴の直径が大きいので 4mm でパイロットの穴を開けてから下穴ドリル、リーマー仕上げとなります。最後に M3 のネジ穴を開けます。
7ミリの穴にはまるパーツを真鍮で作っていきます。まずはつば付きの素材に成形していきます。フライスに移ってリターンクランクとつながる穴を変針で開けていきます。部品が小さいのと円筒形状なのでコレットブラックを使って固定をしていきます。部品の中心をセンターファインダーを使って合わせます。こちらの穴もリーマー仕上げになります。コレットブロックを横倒しにしてスリアリフライスで溝入れをしていきます。この溝入れは穴間を調整するときにドライバーを差し入れるのに使用します。部品はこのような形になります。先端のネジ穴にはめるネジですが、手持ちのものではやや
長すぎたので切断をします。使用するのは圧着ペンチです。ネジ穴側から必要な長さまでねじ込んで握ると簡単に切ることができます。先端のネジ山が潰れた部分もネジを取り出すときに押し広げられます。気になるようであればややヤスリで修正をします。今回作ったジグです。これが、リターンクランクのセット用のジグ、それと、エキセントリックロッドの長さを決めるためのジグ、こちらになります。使い方ですけれども、まずはリターンクランクですが、クランクピンにはめておいて、作成風景は作りませんでしたけど、こんな短いセンターを作りました。これをゲージの穴にはめて、この出っ張りがクランクピンのこのセンター穴ですね。このセンター穴にはまるようにします。ほら、いかない。ちゃんと格子点にはまってきてるとこの高さが合うようになっています。そしてリターンクランクのピンを合わせて、基本的にはこのゲージの上刃に合わせるとこの毛書き位置へリターンクランクのピンの穴が来るようになっています。この位置が90度磯ずれの位置になります。で、ここでリターンクランクを止めます。これがセッティングゲージの使い方です。2ミリのピンを通してエキスパンジョンリンクの耳の穴に通します。そして真鍮の穴のピンをリターンクランクの穴に通します。で、この時にもうすでにちょうどいいですね。この状態でアームを上下してもバルブロッドが動かない位置というのが正しい位置になっているということになります。この時点ですでに合ってますね。で、この長さでエキセントリックロッドを作るということで、この長さでエキセントリックロッドを作りますが、今回はこのジグを作るところまでで、この動画の終了とします。理由はですね、すでにこのシリンダーの回でシリンダーのセクションで作っていたこの T 字なんですけれども、これをここへ組み込まなければいけないんですが、そのためには全体を一回全部ばらすということが必要になります。これ全体をばらさないと入れることができないので、そこでこの長さが狂うことはないとは思うんですが、改めて再組み立てをしたところでもう一度測定をし直して作りたいと思います。今回の動画はここまでになります。宿題を残したままになりますが、次回より第18章の逆転機の作成に移りたいと思います。ご視聴ありがとうございました。